どうも、MBTA の本を参考に日々いろいろなことを考えています。R です。あなたは物事を決めつけるのが判断的態度 J だというイメージにうんざりすることはありませんか？今回はそんなよくあるけどステレオタイプにつながりそうなイメージと MBTA の JP 指標を比べながらお話ししていきます。前回の EI 指標編では特に MBTI の分類は外側に見える行動や立ち振る舞いの違いではないということを強く意識させられましたよね。今回はどんなイメージが出てくるでしょうか。見ていきましょう。イメージ1、締め切りを守れるのが J、守れないのが P。最もよくあるステレオタイプとしての JP 指標の判断基準じゃないかと思います。そもそも締め切りを守れる時と守れない時ってどんな違いがあると思いますか？一番単純に言えば締め切りに合わせて準備ができるかどうかによって締め切りを守れなくなることがあると思います。じゃあ締め切りに合わせて準備が整わないのは何ででしょうか？理由はいくつか考えられますよね。計画的に準備ができなかったから、締め切りがあることを知らなかったから、あとはそもそも締め切りを守ろうと思ってすらいなかったから、他にもいろいろな理由があるかなと思います。ここで改めて JP 指標ってどんな指標なのか、MBTA の中で決まっていることをいくつか紹介しますね。ちょっと話が長くなってしまうのですが、いきます。まず MBTA では2つの世界が存在します。内界と呼ばれる自分の精神世界と外界と呼ばれるこの現実世界です。MBTA での外界は他者や自分以外の何かについてではなく現実世界のことを指しています。自分自身のことでも体や発言などは外界に存在するものになる。そんな感じです。そして普段自然によく使っている心的機能の2つの組み合わせのうち外界に向いているのは判断機能なのか知覚機能なのかという違いが JP 指標の違いです。MBTA の面白いところの一つがこの JP 指標だなと思っています。じゃあそれってつまりどういうことなのかというと、その人の考えはそもそも自分の精神世界に向いているものと現実世界に向いているものが別々にある。だけどそれらは連動して動くものなので別々に考えているというわけではない。とはいえ、現実世界に向いている考え方がどちらか一方になることは確かで、その考え方の影響を表しているのが JP 指標みたいなイメージです。わかりやすいかどうかわかりませんが、ちょっと次に行きますね。じゃあここで改めて、判断的態度 J が締め切りを守れて、知覚的態度 P は守れないのかというイメージに戻ると、僕が思うのは締め切りを守れるかどうかは JP 指標ではなく個別の一回一回の出来事に関わる条件の種類によって変わることじゃないかということです。そもそもその締め切りのあるタスクそのものがその人にとってどのくらいの難易度になるかによっても締め切りを守れるかどうかが変わりますよね。他にもタスクそのものへの難易度ではなく、そのタスクを抱えている期間のその人の状況によっても締め切りのあるそのタスクに対してどれくらい労力をかけられるかが変わってきたりもしますよね。じゃあもしかして JP 指標によってタスクに対してどれくらい余力を持って生きられているのかが変わるんじゃないかということについても考えてみようと思います。これもやっぱり MBTA のタイプという全人類をたった16に分ける違いではなく、個人の個性の違いによる部分が大きいかなと思います。僕はそもそも人が別々の個人として存在している以上、全く同じ条件で生きている人は2人といないと信じているので、よく似た条件になることはあっても全く同じになることはないですと断言したい気分です。もしかしたらドッペルゲンガーというのはそういう存在なのかもしれませんけどね。だから個別の一つ一つの事象に対して判断しようとするときは MBTI のタイプより一人一人の経験や個性を
重視した方が相手のことを理解しやすいんじゃないかと思います。イメージに決めつけるのが J、優柔不断なのが P。これも本当によくあるイメージだと思います。決めつけるタイプだからあの人は J だろうとか、優柔不断だからあの人は P だという悪いイメージに対して後付けで MBTI の指標を当てはめていくような感じですよね。ちなみに MBTI で決めつけると言われるような状態について触れられていたのは、心理学の用語である投影という心の作用についてです。投影というのは読んで字のごとく、自分の内側にある真実と言われるものを外界に映し出してしまうことを指していて、これは誰でも常にやっている心の作用だと説明されていました。つまり投影という形でなら誰でも決めつけるし、聞く耳がないように見えることもあるということです。その様子が見えたような気がする人が判断的態度 J、 そうは見えない場合に知覚的態度 P だと言われているのかもしれません。ただ、どんなにそうは見えなくても誰でも投影はしているということですよね。じゃあなんでそう見えない場合があるのか。もちろん投影という心の作用について意識している場合もあるとは思いますが、僕が本を読んでいて感じたのはむしろ逆のことで、決めつけている様子が見える時こそその人が自分の投影に気がつくことができる絶好の機会だということです。つまりそう見えない場合というのは、その機会が今まさに訪れてはいないということは言えるのかなと思います。これは EI 指標の回でもお話しした、その時一緒にいる人たちが MBTI のタイプが近いのか遠いのかという違いによって起きることも関係がありそうだなと思いました。タイプの近い人たちは考え方のプロセスが近いので、重視している情報なども近くなってきます。なんなら投影する内容すら近くなってくるそうです。MBTI へのいざないユングのタイプ論の日常への応用の中では、各タイプごとに投影の内容の例が挙げられていて、タイプごとに投影しやすい内容の傾向があるということが紹介されています。つまり MBTI のタイプが近い人同士なら、同じ流れに沿って近い考えが進みやすいので、相手のことを間違った解釈で捉えてしまうことがタイプが遠い人と比べたら少なくなります。そう考えると、タイプの近い人同士で会話している時には、相手が何かを決めつけて自分の話を聞こうとしないと感じることは起こりにくくなるだろうなと感じますよね。さらに言うなら、相手が何かを決めつけていたとしても、自分と同じ決めつけをしてたら気づかずにスルーできるということも考えられます。だからもしかしたら自分にとって決めつけがちだと感じるあの人は判断的態度なのではなく、自分とタイプが遠い人なのかもしれません。逆に自分のことを柔軟に受け入れているあの人は知覚的態度なのではなく、自分とタイプが近い人なのかもしれません。可能性の話ですけどね、あくまで。MBTI のタイプを考えるときはどうしてもとある一つの条件に対して合う合わないだけで分けられることが非常に少ないので、考えることが面倒に感じることも多いと思いますが、知っていくととても面白い分類だと僕はすごく感じているので、あなたもぜひ僕と一緒に MBTI を楽しみましょう。というわけで、今回はステレオタイプにつながりそうなイメージと MBTI の JP 指標を比べてみました。シリーズ最終回となりましたが、いかがでしたでしょうか。僕としては、改めて MBTI ってめんどくさくて面白い分類だなと、より楽しい気持ちが湧き起こるようになりました。次のシリーズは、気質論に合わせて MBTI のタイプを分類する分かれ方では、どんな違いがあるのかについてお話ししていこうと思います。だけどその前に過去のシリーズでまだ公開できていないものを2本取り上げようと思います。1つ目は周囲に与える印象シリーズの内向知覚的態度 IP 編です。2つ目は内的緊張シリーズの感情知覚的態度の FP 編です。それぞれ
チャンネル登録してお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。